こんにちは、春日部つむぎです。ウォーゲームのメインコンテンツが修正されてしまったので、アリーナに戻ってランク上げの日々です。とはいえ月末なのでちょっとガチ寄りのデッキでスムーズにランクを上げていこうと思います。ということで本日は最近流行りの黒系ミッドレンジ、タイコントロールを意識した構築を組んできたのでどうぞ見ていってください。試合の方は BO さんの2戦目でお相手は母色半島。ちなみにはっきり言ってかなり苦手な相手。ビートダウンが間に合わなかったらほぼ負けです。こちらはセシキャスト、ハンド見せて。これはだいぶ重そうなハンドです。うまくいけば何とか勝てそう。ハンデスの基本戦術は相手の選択肢を減らすことですね。基本的に2枚持ちのカードを落としてもいいことはありません。まあそうでなくても装飾庭園を抜けばお相手の7マナ域に届くターンが遅れるので有利になります。うっかり工作員パンプし忘れつつターンエンド。お相手ここは土地を遅らせてでも構えるようです。見えないシオールに怯えてますね。まずは工作員でアタック。ここで2マナ払ってパンプ。マーシオール持ってないんですけど、というか多分系列入れてるところを見るにこちらが6マナ7マナ域まで積んでるタイプと思い込んでそう。こちらは税欠の収穫者をキャストしてエンド。お相手ドローは土地だった様子。7マナまでは届かされそうです。脅迫があるのでまずメインドロー。ちょっとマナフラ気味ですね。マーチトークンでルーティングできるしやっぱり税欠って神だわ。アタックして7点ダメージ。お相手エンドに再びブレの渡り。しかし2ターンクロックは変わらずです。お相手踏み歩くものをキャスト。7マナ届いたらかなり厳しいのでこれはきつい。そしてエンドにルーティング。ドローはソリンからのシオール。これでだいぶ有利に傾きます。まずアタックしてお相手は残り7点。そしてシオールドレッドキャスト。これで太陽効果以外は大体勝ち。そしてお相手ここで投了。対戦よろしくお願いします。今回は1本取った後の2本目。お相手はグリクシスミッド。ちなみにさっきの試合は3本目で負けました。ハントは今どちゃくそに強いです。お相手2ターン目は構えてエンド。銀行破りがいた時代がありですが、今だと微妙な序盤打ち消し構え。こちらの負け犬にはお相手かき消し。打ち消させて有利です。お相手清潔の収穫者キャスト。死体鑑定士が出てきたら悲惨でした。こちらは闘技場キャスト。今の黒系はこれに頼るしかないけどやや貧弱なドロソ。とはいえ今は絶望が将来して割られることがないのは強い追い風。お相手まずアタックから。そのまま構えてエンドみたいです。構える相手には脅迫ですね。ちなみにサイドから脅迫は増やしてません。黒系は肉質もいいのでビートダウン対決になることもままあるのでね。ここはソリンですね。直レイあるとはいえハンドアドが取れるカードはよろしくない。地味に嫌なのは焼き払いトークンモードですが、それはお相手値トークンでルッティング。まあマナ届かなければ無駄ファイですしね。お互い除去や守りで消耗戦の様相を呈してきました。相手が触れない闘技場があるこちらがだいぶ有利のはずです。まずはライフを守る直レイ。ここにはお相手かき消し。お相手はビートダウンプランに舵を取るようです。さらに追加の収穫者。2ターンクロックですね。こちらは待望の土地をドロー。これ以上被弾するのはさすがにまずいので、メインで2枚除去かな。喉首から。直レイで盤面から。いやーこちらだけ2枚ドローできるトップ勝負は楽しいですな。でお相手のトップ強すぎ。これ除去引けなきゃほぼ負けですね。1枚目は土地。2枚目はアンタップイン土地。君でも助かる。敵対者キャスト。3マナ支払って墓地から除去を使い回します。自分の直レイで自分を生贄に捧げてもらいましょう。ついでにアタックで3点ダメージ。ちょっとでも稼いでいきましょう。お相手メイン直レイから。そのまま構えてエンド。銀行破りもいないし黒系はこうなると弱いねんな。
こちらのドローは2枚目のシェオル。それなら除去使わせましょう。お相手ここにはシェオ直霊、またもや自分の直霊で自分を生贄に捧げるフォーム感。お相手メインで地トークン起動。これはだいぶ困ってそう。そしてまた構えてエンド。地味にこちらのライフが削れてるし、シェオル定着しないときついんだけど、アップキープでダメージ受けながらドローしていく方が負けていく。最近だと下の環境あたりでよく見られそう。しかし足は負けません。なぜならシェオルが着地するから。なんかこの絶望感もパイオニアあたりでよく感じてる人いそう。さあお相手解決策は引けたか。インスタントがないってことはいけそう。そしてさらに構えてエンド。こうなってるの見ると本当に風話が消えたの大きいと感じますね。そしてこちらはキープに1点払って1ドロー。これもう指輪だな。そしてライフを詰めに行きます。負け犬騎手キャスト。お相手ここで竹沼起動。今回は関係ないけどハンデスある相手にこのタイミングで動くのはやめようね。まずアタックしてお相手残り3点。さらにオブ様騎手キャスト。中設置3のオブ様が2体出てきます。そしてプラス2連打でお相手前半デスだったんだけど、うっかり手癖でマイナスにしてしまった。まあこれは何引いてもほぼ勝ちでしょう。そしてお相手投了。対戦ありがとうございました。最後の3戦目は投手で1マッチ。なんかすごい安心感のある見慣れた初手ハンド。お相手ディミーアから。こちらは打ち消させて有利の負け犬キャスト。お相手エンドに岩式の収集。銀行なき今希少なドロソ。お相手脅迫キャスト。人のハンド見るなんて最低。エッチ。まあその脅迫足のスリーブに入ってるんですけど、こちらはかき消しケアできる潜伏工作員キャスト。ここまでほぼ黒タンの動き。お相手ジェスキャスト。あーね、これ LO か。プラスから入ってエンドターンを引き伸ばされます。こちらのトップは負け犬。本当は通常キャストカルスティングの種にしたいですが、ここはハンドから騎手キャストかな。1ターン延命されましたがドローさせなかったのは大きい。エンドに負け犬が死んで1ドロー。ハンドは1枚減って1枚増えます。お相手ジェスプラスでさらに延命を狙います。ここは打点とドロー目当ての負け犬騎手キャスト。そこにはお相手運さん無償。でも打ち消させて有利。そして無事にジェスを討伐完了。お相手ここも構え。かなりコントロールよりっぽい。まずアタック。通るのか。これで残り12点。そしてオブ様騎手キャスト。2枚打ち消せるかな。お相手岩式の収集。アーシのデッキの大体のカードは対処できる。通りました。マイナス2からプラス1。お相手土地をディスカード。もしかしてだいぶマナフラしてますかね。とお相手ここで大技。多元宇宙の突破キャスト。統計上はこれをキャストしたら7割勝つとされているカードですが、まあ選択はそれですよね。お相手ここでジェスプラス。ハンドにまだ解決策が残ってるのかな。まずこちらはシェオル除去から。しかしジェス2枚ともマイナス5されてたら30枚飛んでたんで結構やばかったですね。ニクシリスプラスから。お相手さらにディスカード。黒系じゃニクシリス対応するのは難しかろう。とりあえずちょっとでも LO を遠ざけるためにジェスを1点削り、あとはゼッチの収穫者キャスト。ちょっと前にコントロールやってたといいやというほど思い知ったけど、2マナさん2って本当にいやらしいんですよね。そしてお相手からはアジャニャンスリーブのゼッチキャスト。そしてジェスはマイナス2。こちらの墓地は案外溜まってないので1ドロー。このターンにトップ多元宇宙が負け筋でしたが、これなら耐えきりそう。お相手ゼッチで1枚ルッキング。いや強い生物ですねほんと。こちらはまずオブプラスから。さらにもう1回。これも拒否ってことはハンドに除去があるのかな。とはいえここは素直に除去から。わからん。とりあえず殴りますか。お相手岩式の収集から。何もないのか。というかよく考えたらお相手除去と多元宇宙ならこちら負けてたしジェイス落とし優先が正解でしたね。
お相手がっつりノンクリ除去コンなのでサイドは簡単ですね。ハンデス全投入で、かつお相手白混じりじゃないので追放少ない読みで人体改造機。あとは TW にも刺さる直レイと赤術を入れておきます。では2マッチ目いきます。なんか冷静に考えたらさすがに赤術はないかな。タイエスパーポンだったら全然ありなんですけどね。ジェイスはマイナス5すぐできそうだし、お相手が結構アグレッシブにサイドボーディングしてないと厳しそう。そしてこちらの人体改造機には中略が刺されます。負け犬はハンドからの奇襲が本当に奇襲なので大事にしてました。そしてこちらはナイスな脅迫。こちらは今確実に通るのでゼッジ出すか一瞬悩みますが、切り崩しあるしさすがに負け犬かな。除去されたら次から奇襲地獄です。お相手ここも構えてエンド。こちらの負け犬アタックにはお相手テンポ優先で負け犬に切り崩し、じゃあシェオル行きますかと思ったらお相手トップの1枚は覗くびでした。まあ7マナまでまだ遠いしセーフセーフ。お相手一生構えてるところに潜伏工作員キャスト。分散無償されますが今度は確実に通る税敵キャスト。お相手トップは土地。完全にリソースが枯らせました。こちらのトップは完璧な1枚。イヤードレステルか悩むな。ようやくここで初アタックが通りを相手残り17点。そしてハンドキレには絶望のオブ様奇襲キャスト。今回もマイナス2でトークン出しますが、これはちゃんと3回以上殴ればプラスよりお得なのでセーフ。お相手7マナ届きました。記憶の反乱で何かしらの解決策は引かれてしまいますね。そしてこちらもリソース回復に負け犬奇襲キャスト。4点通ってお相手残り7点。まだジェイス1回も通ってないのでここからひっくり返るカードはさすがになさそう。お相手メイン直レイ。これ引いてきたんですね。さらにもう1枚直レイ。なるほど。ラスト1枚は土地。これであと2ターンで終わりです。負け犬奇襲は打点が低いので、このターンはオブ様再び奇襲キャストかな。やっぱりデビルトークン出していてよかったです。今回はさすがに両方プラスで、あとは潜伏工作員のキャスト。これで最低3枚はないと対処できないはずなので勝ちかなと思ったらお相手黒更新パワーマックス。まさかの再び1ターンエンで、いっそ早く解釈してあげたいところ。とりあえず地トークンでルーティング。オブ様プラスで2点。工作員パンプして負け犬奇襲キャスト。これで再び残り1点に、もうどんでん返しはいいですからね。お相手トップは切り崩し。ということはここで投了。対戦ありがとうございました。ということでラクドスミッドレンジでした。禁止改定で下火になったデッキを止めそうのコーナーのつもりでしたが、最近黒タンミッドが再加熱して黒系の多色デッキも色々出ちゃってきてるんですよね。そして赤を足したかったメインの理由はこちら、オブ様です。こちらの枠は普通の黒タンだと墓地の侵入者が入るところですが、それと比べてどうかというと、メインではコントロールに強くて、ミッドレンジやコントロールがサイドでメタりにくいカードかなって思います。逆に侵入者はアグロとミッドレンジに強いですね。あとは負け犬を追放できるので黒系にも強いです。これを入れたくて組んだのでオブ様いらないじゃんって言われると泣いちゃうので勘弁してください。あと侵入者と同時採用するかも散々悩みましたが、3マナデブ化問題と闘技場も使ってみたかったんで今回は不採用。そしてメインの目的ではないですが、赤をタッチする大きな理由は2マナ生物にもあります。最強生物の税欠くんですね。黒は2マナ体がやや貧弱なんですが、最近主流のベリア投げをする場合、自分でハンドを捨てるため土地が伸びにくいという欠点があります。なのでベリアナを採用する場合は気持ちとしては1マナから3マナの生物で戦うことを想定するんですが、やっぱりマナさん2で除去にもなってルーティングもできるって最高ですよねって感じです。もう1枚の赤敵対者はマナフラーケ剣速攻による押し込み要因です。実質5マナカードって感じ。サイドについてはまだ悩み中ですが、定番の脅迫に追加のハンデスの摂取、あとは対 TW やレジェンズ等に直レイと赤術、黒系多色デッキに人体改造機、あとはタイアグロに全体除去2種4枚。 TW 使いづらくなりますが、これ入れるような相手はオブ様全抜きするんでね。ちょっと思ったのは、最近黒タンベタなのかファクト系のアグロをよく見たので、
除去はサクハク入れてもいいかも。デッキの説明はこんなところです。さて、このデッキの強さですが、まあ普通に強いですね。結構下振れした印象でしたが、気づけば8、5で勝率 62% でした。負けの内訳はランプ2回とファクトアグロ2回と兵士1回。悲しいことにこのデッキ、差別化してるとはいえ今最大勢力の黒タンと一緒にベタられちゃうんですよね。ハントもファクトも完全に黒タンベタで増えてるわけでしょうから、メタル側に回りたい足としてはちょっと悲しい結果でした。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。動画に反応がもらえるととても嬉しいです。また、チャンネル登録やフォローまだの方はよろしくお願いします。目指せ3000人です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。